手元見えないか。マジで髪の毛伸びて、今私の人生の中で一番髪の毛長い。 K-POP アイドルがさ、よくエクステつけてさパフォーマンスしてるじゃない。そのエクステがさ結構バラバラな感じで、明らかエクステつけてますってわかる髪型めっちゃ好きなの。これわかる人いたら嬉しいんだけどさ。で今レイヤー入れた状態で伸ばしてて、それがちょっと韓国アイドルのバサバサエクステヘアっぽいから結構好きなんだけど、あんまりにも伸びすぎてもう毛先が傷んじゃっている。関西に引っ越してきてからさ、美容室どこ行けばいいか分からなくて、あとはやっぱり美容師さんとの会話が不安で、私関西弁で目が回ったことがあってさ、大学時代アイドル研究会っていうサークル入ってたんだけど、インターネットで他の大学のアイドル研究会サークルの方のお友達を増やしてたりしたんだけど、で私が昔某アイドルにハマってた時に、そのアイドルの特典会で推しに似顔絵を描いてもらえるっていう特典会があって、でそれにどうしても行きたくて、ただ東京の枠はもうなくって、じゃあ大阪行ってみるかと思って大阪の似顔絵特典会に参加したの。でその時にそのタイミングで、関西の大学のアイドル研究会の方にお会いしたいと思って声かけて、アイドル研究会の方3人ぐらいにお会いしたんだけど、その時にもうサイゼでさオタクといえばサイゼ、その関西の方々の会話を聞いてたら、会話のスピードが速すぎてもうスーパーソニックって感じで目が回ってきちゃって、もう私がついていけなくて、ほんと悔しいことにはるばる夜行場でさ大阪まで行ったのに全然ついていけてなくて、いやマジで悔しかったし申し訳なかった気持ち今でも思い出す。その経験があって、だから私がちゃんとその関西のね美容師さんの会話にちゃんと失礼がないように合わせていけるのかという不安がある。関西弁ネイティブになりたかったよ。本当方言って本当に好き。今思い返すと推しに似顔絵描いてもらうイベントって何なんだろう面白いね。昨日もちょっと都会に出かけたんだけど、でミスドでお昼食べてて、隣に座ってた女の子2人組がさ会話してて、ちょっと聞こえてきちゃったんだけど、お友達の人生相談を受けてて、でそのアドバイスしてる子が口喧嘩できへんやつが暴力振るうねんって言っててめっちゃ真理だなって思って面白かったな。昨日あれだわ、大阪の環状線と京阪電車に乗った。京阪電車ってさ、あれ京都まで行くんだね。で京都大阪だから京阪電車でしょ。それに電車乗ってる時に気づいて、はっってなった。いやマジで髪の毛切りたいもう終わってるんだよ本当にパサパサで。シャンプーが本当に苦手で、だからシャンプー好き気持ちいいって大体の人言うじゃない。あれが本当に羨ましくて、その自分にとってくすぐったいポイントがあってさ、そこを触られるともう浜辺に打ち上げられた魚のようにさ飛び跳ねちゃうわけ。それがもう恥ずかしくてさ、だから申告するようにしたりしたんだけど、くすぐったがり屋ですみたいな。だからいつも美容室行く前はヤフー知恵袋で美容室シャンプーくすぐったいって検索して、悩みを抱えている質問者の方のページを開いて、で大体現役美容師ですっていう方が回答してくださってるから、そんな美容師は気にしてないですよとか、そういう温かい回答を見て気持ちを安心させてから美容室に行ってたの。でおまけにさ、私いつものがめっちゃ苦手なのね。だからもう美容室も転々としてて、おまけにホットペッパービューティーのさ初回のクーポン使いまくってたから、マジで初回クーポン嵐って陰で言われてないか心配だったんだけど、いつものが苦手なのは、初めましての会話ならうまく話せるの。だいたいさ聞くべきこととか話すべきことが決まってるから。ただいつもの関係になるとそれ以上の会話とかしなくちゃいけないのかなとか、どうやって仲を深めていけばいいんだろうっていうのが分かんなくなっちゃう。そういうことがある。でも最近よくツイッターで似たような感覚の人見かけるから、なんだろう、私が異常者じゃなかったんだなと思って、それは安心したな。
前回の動画全部すっぴんだったの。編集しながらこれはやばいぞと思って今日はバッチリメイクしました編集も自分でやってるから編集してる間ずっと自分の顔面を見るんだけど、なんかね別の人間だって感覚がすごくあって、自分じゃない人が喋ってるみたいな不思議な感覚があって、だから割と平気だった。動画の中の人間も頑張ってるなみたいな気持ちになりながら編集してた。今日散歩してたら金木犀の香りがしてた。ちょっと集中しようかな。じゃあちょっと集中します。声ガラガラ今夜はアクアパッツァパーティーです。私もアズーも結構お酒好きで、週末は2人でパーティーと称してさ2人でお酒を家で飲むんだけど、私がちょっと外食が苦手っていうのもあって家で飲むのがすごく好きなのね。だからどんどん家飲みのメニューが豊富になってきて、もんじゃ焼きパーティーとかたこ焼きパーティー、あと明石焼きパーティーもできるようになりました。食べたいつまみが思い浮かばないねっていう日は手羽中をフライパンでパリパリに焼いて塩コショウをかけたやつとか食べてる。アサリってさめちゃくちゃ可愛くない？砂抜き作業するたんびにさ砂を吹く様が可愛すぎてもうペットにしたいって思うぐらい可愛いんだけどさ、やっぱり美味しいから食べちゃう。結婚してから常々思ってたんだけど、もしもアズーが食べ物が原因の病気に将来なったとしたらそれって私の責任だなって最近すごく思って、たまに恐ろしくなる。だから最近栄養の勉強をちょっと始めた。こうやってさアサリが砂吐いてるとこみんな楽しくない頑張れ。はい、じゃあちょっと落ち着かせてもろて、じゃあ作業しよう。
お腹になりすぎじゃね？私やっぱ手描くの一番好きかもしれん。楽しい。自分の手が結構クリームパン寄りだから、なんだろう、見ていて美しくないなーってちょっと思っちゃうけど、絵に描くとなんだろう、そのクリームパンだなっていう気持ちも消化される感じがある。いや、クリームパンを否定してるわけじゃないんだけどね。YouTube 始めて多分1ヶ月ぐらい経ったと思うんだけど、思ったことが2つあってさ、1つ目はやっぱりちゃんとアルゴリズムにのっとってタイトルとかつけないとなかなか関連に出にくいんだろうなって感じがする。私タイトルをさ、自由につけたいなって思ってて、その動画内で発した言葉をタイトルにつけたりしてるんだけど、そうしたいと思ってあえてタイトルにしてたんだけど、だから本気でこう伸ばしたいんだったらちゃんとおすすめに乗りやすいようなタイトルをつけたりしないといけないんだな。当たり前のこと話してるねで、2つ目はさ、やっぱり顔なんだろうなって気がしてて、サムネの顔をいかに盛るかっていうのが大事なんだろうなって気がすっごいしてる。私なんて前回までの動画クソ汚い部屋が背景だからね。なんかアズーにもこれ早く掃除しないと全世界に載っちゃうよって言ったんだけどね。こういうさスケスケの服ってさ、意外とめちゃくちゃあったかいよね。マジで髪の毛切ったらモヤモヤもすっきりする気がするんだよなあるある、モヤモヤを髪のせいにするっていう。てか私未だに大学の生協で買ったパソコン使ってんのすごくない？動画編集正直楽しすぎて、編集が楽しいんだよな。私の動画書くシーンがあるから、どこをカットすべきかってのが難しい。でもさ、もしも私が再生回数のためだけにさ土とか出し始めたら、ちょっと誰か止めてもらおうかなでもさ、私まだこの時点では自分の SNS で YouTube やってますっていう宣伝してなくって、で自分の今の登録者のうち一つが私の別のアカウントで
他数名は知らない人なの。だからどういうルートでその人の元に私の動画が届いて登録するに至ったのか、すごい面白いと思って。大海原にメッセージを入れたさ小瓶をこう流すみたいな、そんで海渡ってさ知らない陸地に届くみたいなロマンチックな感じにちょっと思ったりした。てかやっぱ久しぶりに喋ったらちょっと元気になってきたしやっぱこうね、口を動かさないといけないんでしょうね、人間は。じゃあお腹空いたんでお昼ご飯食べます。